相模湾と箱根の山々に囲まれた神奈川県湯河原町。歴史ある温泉街の山中に佇む料理旅館もみじ亭は、四季折々の季節を目でも舌でも感じられる日本料理を味わえる宿として美食家たちから愛されている。私は今夜この宿でいただく懐石料理を何よりも楽しみにしていた。失礼します。襖が開き、厨房用のサムエを着た男性が入ってきた。本日は料理長がいないため、代わって私が懐石料理のご説明に参りました。お忙しいところ、ありがとうございます。頭を上げると、見覚えのある顔だ。向こうも同じことを思ったらしく、彼もじっと私の顔を見つめていた。ややあって、早坂。男性が大声を上げる。思い出した。同じ専門学校に通っていた秋葉聡だ。なんでお前がこんな高級旅館の離れに泊まってんだ？秋葉くん、大切なお客様に向かってなんて言い方ですか？私の隣にいた女将が慌てて秋葉に注意し、早坂様、大変失礼いたしました。うちの者が無礼な発言をしまして、申し訳ございません。私に向かって深く頭を下げた。いえ、大丈夫です。彼、学生時代の友人なんです。そう答えた私の女将への気遣いを、秋葉が台無しにしてくる。はぁ？調理師学校を中退したお前のことなんて、俺は友人と思ってねえよ。この根性なしが。根性なしと言われて、カチンときたが、おろおろしている女将の前で、口喧嘩を始めるわけにはいかない。秋葉さん、お料理の説明にいらしたんですよね。お願いできますか？むっとしながらも、女将の手前で、それ以上は反抗できなかったのか、秋葉は料理の説明を始める。それを聞きながら、秋葉は高級旅館で料理人になるという夢を叶えたんだな、と感慨深い思いになった。私は高校を卒業後、地方から上京して調理師専門学校に入学。学校には和洋中を幅広く学べる調理本科もあったが、私は和食の料理人になると決めていたので、日本料理本科を選んだ。ここで基礎を1年、応用を1年学ぶ。秋葉とはそこで出会い、グループ授業をすることになった。秋葉の盛り付け、ガサツすぎ。日本料理は目でも楽しむものなんだから、心を込めて丁寧に盛り付けして。早坂は時間かけすぎ。すべての料理を最適なタイムスケジュールで提供するために、テキパキ動け。いつもこんな感じで衝突し、言い合いになる。そんな私たちを見て、他のメンバーが呆れる。グループ授業はチームワークが大事だぞ。だからといって、仲が悪かったわけではない。私は自分に欠けているものが秋葉にあると知っていたし、秋葉もそう。得意分野と苦手分野を互いに補いながら、一致団結して一つのものを作り上げていく作業は、何とも言えない達成感があった。月に一度、私たちグループは日本料理の食べ歩きをした。料理の素材や味付け、盛り付けについて批評したり、推測したりしながら、日本料理の研究をするのが目的だ。料理についてだけではなく、時には将来について話すこともあった。俺さ、高級旅館の料理長になるのが夢なんだ。秋葉に疑問を投げかける。どうして高級旅館なの？客室に出向いて自分が手掛けた料理の説明するの、かっこよくね。それに高級旅館で働くなら毎日温泉にタダで入れるし、
自然に囲まれてて、観光名所も近くにあって、最高じゃん。秋葉らしい答えだと思った。早坂は、どこで働くか決めてんのか？うなずきながら、はにかむ。実家さ、割烹料亭やってて、私が後を継ごうと思ってるんだよね。大正10年に創業した老舗で、地元では結構有名なんだよ。へえ、すげえじゃん。頑張れよ。言われなくたって頑張るし。いつものやりとりに、周りが笑う。こんな日々が、卒業まで続くんだと、信じてた。料理の説明が終わったところで、私は、秋葉に話しかけた。秋葉、あの時はごめん。でも聞いて、私。秋葉が、私の言葉を遮る。まだ仕事が残ってますので、失礼します。去っていく秋葉の背中を見て、私たちの友情は、もう二度と戻らないのだと知った。翌朝、あまり眠れなかった私は、すっきりするために朝風呂に入ることにした。露天風呂に入って、朝食を大広間で食べたら、チェックアウトする予定だ。荷造りをしていると、早朝の旅館に似つかわしくない、けたたましいサイレン音が近づいてくる。まさか火事？そう思っていると、サイレン音が止んだ。客室を出て、廊下を渡ってロビーへ出ると、ちょうど救急隊員がストレッチャーで患者を運んでいるところに遭遇した。隣には支配人が寄り添っている。こんな時に怪我してしまい、本当に申し訳ありません。聞き覚えのある声に視線を向け、え？思わず叫んでしまった。秋葉だ。しかも顔半分が赤く焼けただれている。秋葉は最悪な奴に見られてしまったというように苦虫を噛みつぶしたような顔を浮かべてから支配人に再び顔を向けた。朝食時間が迫ってます。なんとか料理を出すようお願いします。秋葉の言葉を受け、顔面蒼白な支配人がロビーで呼びかける。料亭経験者はいらっしゃいませんか？和食の調理ができる方、いらっしゃいませんか？私は支配人の前に進み出た。経験者です。え？ストレッチャーで運ばれていく秋葉の驚いた顔が遠ざかっていく。秋葉、あとは任せて。私は去っていく秋葉に手を挙げて答えた。支配人に案内され、従業員控室でサムエに着替える。それから急いで厨房へ。こちら、早坂様です。料亭での調理経験があるということで、急遽お手伝いに入っていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。時間がないことですし、何をしたらいいのか指示してください。厨房にいる4人が困ったように顔を見合わせる。料理長は長期入院で不在。副料理長である秋葉は緊急搬送された。普段は料理長や副料理長の指示で動いているので、どうしたらいいかわからないと言われた。今日の宿泊者は87名。朝食はメニューが決まっているから、技術や創造性より迅速で正確な動きが求められる。こんな時こそ日頃のチームワークを発揮しましょう。私は彼らに声をかけ、仕事を始めた。朝食時間まであと30分。急がなければ。すでに人数分の御膳が用意され、サラダや冷ややっこなどの冷たいものが乗っていた。私は焼き担当に回りながら全体の様子を見て声をかけていく。卵焼き、もうできますか？そろそろご飯をおひつについでください。中井さんたちが御膳を取りに来た。海苔が乗ってません。中井さんにも協力してもらい、
総動員で仕上げる。はい、これで大丈夫です。お願いします。私の声掛けで、一斉に御前が運ばれていく。戦場のようだったが、なんとか間に合わせることができて、よかった。ようやく一息つき、秋葉が救急搬送された理由を尋ねた。秋葉がアルコールバーナーを使ったコンロに燃料を補充しようとしたところ、火が激しく燃え上がったという。燃え上がったのは一瞬で、他の者に怪我はなく、燃え広がることもなかった。だが、まともに火を浴びた秋葉は、顔や上半身にひどい火傷を負い、慌てて救急車を呼んだのだそうだ。その後、秋葉の病室を訪ねることにした。秋葉、大丈夫？扉をノックして顔を覗かせる。4人部屋の奥に寝ていた秋葉は、顔の半分近くが包帯で覆われていた。無理に喋らなくていいから。慌ててホワイトボードとマーカーを渡す。こんなこともあろうかと、売店で買ってよかった。秋葉はホワイトボードを受け取ると、すまない、と一言書いた。支配人や女将、仕事仲間、お客様、そして私にまで迷惑をかけてしまったことを申し訳なく思っているのだろう。そんなことを考えていると、秋葉がまだ何か書いている。早坂、お前、料亭で働いてたのか？その文字を見て、うん、とうなずいた。続いて書かれる文字。専門学校、中退したんじゃなかったのか？中退したよ。料理人になる夢も諦めたはずだった。専門学校2年生に上がる前の春、父の料亭が閉店することになった。父の提供した料理で食中毒を起こしたと訴えられたのが原因だった。お客様に出す料理には細心の注意を払ってる。食中毒を起こすはずがない。そう父は主張したが、客はここで食べた料理が絶対に原因だと言い張る。その日、カレー以外で食中毒になったり、腹痛になったと訴えた人はいなかった。父は自ら保健所に申告し、立ち入り検査を依頼。結果、保健所からは何も問題ないと言われた。だが、男は諦めず、治療代として10万を請求。毎日来店しては、食中毒を起こされたと騒ぎ立てるため、営業妨害にもなっていた。根負けした父は、10万で肩がつくならと思い、男に金を渡した。今思い返しても、悔しくなる。それで静かになるどころか、男は、金を渡したってことは、後ろめたいことがあったのだと結びつけた。そして、食べログなどで、食中毒を起こす店だとか、二度と行かないといった悪評を書き連ね、金で黙らせようとする悪徳店主だと父を非難。常連のお客様は、それでも店と父を信じて通ってくれたが、客足は遠のいていき、父の料亭は閉店に追い込まれたのだった。仕事が生きがいだった父は、もぬけの殻に。その後、彼は他の店でも同じような騒ぎを起こしていたことが分かり、父の無実が証明された。だが、失ってしまった信頼も、店も、もう二度と戻ることはない。たとえ自分に非がなくても、誰かの悪意で簡単に、今まで築き上げてきたものが崩れてしまう。そんな状況を見ていたら、料理人になるのが怖くなってしまった。私が守り、受け継ごうと思った店は、もうなくなってしまった。私が働きたい場所は、他にない。専門学校に行く意味を見出せなくなった私は、中退することに。
ある客の悪意によって食中毒を起こしたと吹聴され、父の料亭が閉店に追い込まれたことはみんなに話せなかった。調理師を目指して頑張る彼らの未来に影を差すようなことをしたくなかったからだ。幸か不幸か、地方の料亭の食中毒事件は東京では話題に上ることはなく、友達は誰もそのことを知らなかった。私、学校を辞めることにしたんだ。料理人にはならない。突然の私の宣言に、みんなびっくりしたし、残念がったけど、私が決めたことなら仕方ないと納得してくれた。いや、一人だけ納得しない男がいた。秋葉だ。ふざけんな。お前、実家の老舗料亭継ぐんじゃなかったのかよ。私だって継ぎたかった。伝統を守り抜きたかった。うっさい。私の気持ちなんて知らないくせに。感情が高ぶって声を荒げた私に秋葉が応戦する。わかってたまるか。俺はな、お前のことライバルだって認めてたんだ。見損なったぞ。激しい口論になった私たちは仲間に止められた。それ以降、秋葉とは会ってない。バカ、言えよな。話を聞き終え、秋葉が目に涙をためてホワイトボードを見せる。バカ、言えるか。私は笑顔で返した。専門学校を辞めた私は派遣会社に登録。3ヶ月働いては海外旅行するという生活を送っていた。もちろんお金がないからバックパッカーだ。現実逃避できる場所ならどこでもよかった。南米やヨーロッパ、どこに行ってもある程度の期間が過ぎると日本食が恋しくなる。たとえパサパサしたお米でも奇妙な出汁のうどんであっても日本料理を食べるとテンションが上がった。ああ、やっぱり私って日本人なんだな。日本食が好きなんだな。海外に来て強く思い知らされる。専門学校で学んでた時よりずっと日本料理への思いが強くなっていた。やっぱり私は日本料理の料理人になりたい。海外に移住してる日本人の、旅行に来た日本人の心の拠り所となるような日本料理店を開きたい。帰国した私は、父も若い頃に修行した一流料亭で働かせてもらうことに。調理師免許を取得するには、学校に通わなくても、2年以上の調理業務経験があれば、試験を受けられる。調理師免許を取得し、5年間料亭で修行した後、コスタリカへ移住。そこで日本料理店を開いた。コスタリカを選んだ理由は、中南米はアジアや北米に比べて本格的な日本料理店が少ないため、治安の悪い国が多い中南米の中で、治安が良くて暮らしやすいというのも魅力的だった。開店当初、異国で自分や自分の作った料理が受け入れてもらえるか、とても不安だった。実際やってみたら、コスタリカは陽気でフレンドリーな人たちばかりだし、日本料理にも興味津々。店はなかなかの繁盛ぶりだった。そんな様子を両親にも見てもらいたいと思い、コスタリカに招いた。ここが、直子の店か。父が店を見渡す。私は料亭の名前と看板を受け継いでいた。テーブルや椅子、置物などは現地で調達したので、見た目は全く違うが、ここは父にとって新しくありながら懐かしい場所だったに違いない。私、一人じゃお店回せなくて
お父さんとお母さんの力が必要なんだよね。最初、両親はこの年になって海外移住。ましてや、言葉もわからないコスタリカでの暮らしなんて考えられないと二の足を踏んだ。けれど、私の熱意と周りのコスタリカ人たちの優しさに後押しされ、移住を決意。私と店を経営してくれることに。それから5年。私は最近の日本料理事情を探るために帰国。有名な日本料理店や料亭を巡り、ここ、もみじ亭にたどり着いたというわけだ。あまりに現実離れした話に、秋葉は驚いていたが、早坂らしいな。ホワイトボードに書く。何それ、褒め言葉なの？秋葉は1週間ほど入院するとのことだった。頼む。俺の代わりに働いてくれないか？秋葉には珍しく、塩らしい言葉。よっぽど困っているのだろう。本当は、この後もいろいろな店を巡る予定だったが、かつての友人のために、一肌脱ごうじゃないか。支配人にその旨を話すと、何度も頭を下げて喜んでくれた。働いてみると、料亭での調理経験があるとはいえ、勝手のわからない厨房で、人の考えた懐石料理を作るのは、骨が折れる作業だった。幸運だったのは、2日目から長期入院していた料理長が退院したこと。サトシが迷惑かけたようで、本当に申し訳ない。秋葉は料理長と共に別の料亭で修行していたのだが、こちらの料理旅館に料理長として引き抜きされた際に、秋葉に一緒に来ないかと誘ったのだそう。秋葉にとって彼は父親のような存在だ。料理長の下で働かせてもらえたことは、私にとっても大きな学びとなった。コスタリカの店で出す新メニューについても、私では発想できなかった提案をいくつももらい、これからの展望も見えてきた。私は時間を見つけては秋葉の病室を訪れた。料理のこと、学校時代のこと、仲間のこと、お互いアラフォーになったが、秋葉と話していると、一気に学生に戻ったかのような錯覚に陥る。あの頃のことについて、いろいろ語ったけど、私が秋葉のことを、ほんのちょっとだけいいなと思っていたことは、墓場まで持っていく秘密だ。荷物を手にロビーへ向かうと、そこには支配人をはじめ、みんなが見送りに来てくれていた。早坂さん、本当にありがとうございました。あなたがいてくれてよかったわ。一人一人に温かい言葉をかけてもらい、胸が熱くなる。期間は短かったが、私は間違いなく、ここの一員だった。そこには、無事に退院した秋葉の姿も。早坂、世話になったな。お礼はコスタリカに来てしてよね。冗談だとわかるように笑顔で返すと、秋葉は真剣な顔つきでうなずいた。ああ、必ず行く。それから続けて言う。日本とコスタリカ、距離は離れてるが、俺たちはどちらも美味しい食事でお客様を笑顔にしたいと願う同じ料理人だ。秋葉の言葉に力強くうなずく。あの時、料理人になる夢を諦めなくてよかった。私はこれからもお客様の笑顔のために料理を作り続けるんだ。